こんにちは、バウです。私たち夫婦が以前から訪れてみたかった韓国・釜山のキジャンにあるラグジュアリーな5つ星ホテルアナンティ。皆さん行かれたことありますか？2年ほど前にこのクリスマスイベントの動画を目にして冬に行ってみたいなぁと思っていましたが、ようやく年末に行くことができましたよ。ね、綺麗でしょ？青い海にスノーツリーが映えますよね。カフェが併設されているので、景色を眺めながらここでお茶をするのも気持ちよさそうです。でもね、先ほどの動画より随分とスケールが小さいと思いませんか？今年は縮小バージョンなの？これももちろん素敵なんですよ。素敵なんです。でも私が期待していたあの空間はもしかしたら別の場所にあるのかもしれないと諦めきれず、優しそうなスタッフさんに確認したところ、やっぱりここではありませんでした。ここはアナンティアットプサンコーブという海沿いにあるホテルでした。公式サイトのマップをお借りして説明すると、この辺りになります。温泉スパなどがあってとても人気があり、ほとんどの宿泊者はこちらに泊まるので、それでタクシーがこちらに降ろしてくれたみたいです。というより、私が行けないんです。アナンティまでとしか行ってなかったから。だって知らなかったんだもん。こんなに広大な敷地でいろんな施設がこんなに点在してるなんて。とにかく私たちが行きたかった場所は幹線道路を挟んだ反対側の丘の上にあるアナンティアットプサンビラージュとのことです。シャトルバスを待ったのですが、待てど暮らせどこず、諦めて徒歩移動。ゼーハー言いながら歩き、ようやく着くぞーって時に丘を登る私たちの横をシャトルバスが優雅に追い越していきました。なんなのよ一体。ようやく入り口らしいところを見つけ、入ってみたらこの洒落たゴージャスな駐車場。自分たちの車に向かってるんですよ的な顔で足早に通り抜けました。そしてやっとの思いで建物内に入り、とても高価なお花が飾られたこの通路を通り抜けて、おしゃれなベーカリーブランチカフェベケトを通り過ぎると、きっとあの広場があるはずなんです。たどり着きました。ここに来てみたかったのよ。ね、綺麗でしょ？ね、素敵よね。さっきとはスケールが違うよね。この2年、公式インスタや YouTube をあんなに眺めてたのに、アナンティを全然把握できていなかった自分を恨めしく思いましたが、たどり着けてよかった。主人は歩き疲れて、いつの間にかベンチを見つけて座り込んでいましたが、私は気になるところをうろちょろ。撮影待ちの列ができているスポットがありましたよ。なんだか撮影にはコツがありそうですね。向こう側に立つ被写体をこちらから写す感じ。そしてこのオブジェを池に映り込ませる感じかしら。前の人を真似て輪っかの中から覗いてみましたが、これで合ってるの？
正解がよくわかりませんでしたが、綺麗な絵が撮れたからまあいっか。そうこうしているうちに暗くなってきましたよ。私が楽しみに待つショータイムは、この日12月28日が今シーズン最後の日で、特等席に座り待っていたのですが、ショータイムまでまだ1時間ほどあるため、一旦カフェに移動することにしました。ということで、モビリックマーケットに移動したのですが、マーケットも見どころ満載で、じっとなんかしてられません。主人をカフェに置いて、隅から隅までくまなくチェック。Oh Christmas tree, oh Christmas tree, thy candles shine out brightly. Each bough doth hold its tiny light. クリスマス商品はセールになっているようです。あはは、お腹の中でツリーが回転してるのかわいい。あ、サンタもいた。なんかこれちょっと欲しいかも。こちらは珍しそうなワインやお酒が売られているコーナーで、そしてこちらがコンビニエンスストア的なものなのかな。おつまみになりそうなものやカップ麺などもありました。今年の干支の馬のぬいぐるみだ。ひょうきんな表情に、このぐったりした感じが可愛かった。こちらは輸入菓子や輸入雑貨のコーナー。どれも洒落てるわねと眺めていたら、気になるキーリングシリーズが現れました。エリンギ、気になるわ。みんな表情どうしちゃったのよ。シュールな感じが私のツボを押すんですけど。これってウニだよね。人でもかわいい。このシリーズ好きだわ。そして甘い香りに誘われて足が向いたこのコーナーは、デパートなどで見かけるサガダンでした。どれも美味しそうだな。2月28日までこのモビリックマーケットに特別出店しているそうです。うわー、焼きたてのアップルパイはより美味しそうに見える。あ、オプティミストがいる。韓国バージョンもあるんだ。知らなかった。しかも干支シリーズまであるなんてびっくり。懐かしい。グッドラックトロールだ。ノルディック雑貨はお高めだけど可愛いですよね。
そして奥には小さな書店があって、とっても素敵な雰囲気です。横にはテーブルと椅子があるので、購入した本を読んだり、お茶を楽しんだり、のんびりと過ごせそうでしたよ。絵本のコーナーもあったので、読書好きのお子さんも楽しめるかも。うわー、キラッキラのオーナメントだ。日本では見かけないようなモチーフもあって面白かったです。そして小粋な食器やキッチンアイテムなどもありました。美味しそうなジェラートカフェもありますよ。このモビリックマーケットには、それどこで買ったのって聞かれそうな気になる商品が多く、見どころ満載のマーケットでした。さあ、外はすっかり暗くなりました。いよいよイベントタイムが近づいてきましたよ。今のこの状態でもすでに綺麗なんですが、このイルミネーションは一旦消されて、イベントのためにまた新たに灯されます。こうして少しずつ広場全体のイルミネーションが灯され、最後にメインツリーが点灯しました。でも皆さん動かずに上を見上げたままですよね。なぜかというと、そう、雪が降り始めるんです。みんなこの雪のパフォーマンスを体験しに来てたんです。ロマンチックな演出ですよね。大人も子供もすっごく楽しそうです。というか、私が楽しい。オーナメントはセラミックボールやシルクタッセルだそうで、高級感あってとても豪華です。雪に触れてみたくて手を伸ばしてみたら、なんと氷ではなく泡でした。雪がどんどん増えてきて、広場はますます盛り上がっていきます。満月のような丸い顔ですが、サムネ用に撮影してもらい、もう大満足。夜空に雪が映えますよね。そして佳境に入ったのかな。雪大放出で、なぜか私の頭にだけどんどん降り注ぎ、誰よりも泡だらけになって主人が大爆笑。まあ歓迎されたってことでいいですよね。さて、アナンティの雪降るショータイムはいかがでしたか？きっと今年のクリスマスも開催されると思うので、足を運んでみてください。あ、その時は間違えずにアナンティアットプサンビラージュの方に行かれてくださいね。そして次回はカンアンリのドローンショーと
おすすめの夕食を紹介しようと思っているので、よかったらまた見てくださいね。それではチャンネル登録やいいね、コメントなどお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。アンニョン。